はようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきたいと思います。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。今日はですね、空間が完成するまでにデザイナーってどんなことしてるのっていう質問です。空間デザインの仕事の全体的な流れをお話しできたらなと思います。まずですね、ざっくり全体感をお話しすると、最初にやっぱりお客様に会いにご要望を聞くっていうヒアリングをするんですよね。それと同時に現状もするんですが、それで空間をデザインをして、その空間っていくらかかるのかっていうお見積もりですよね。予算を出していつまでにオープンできるのかとか、何をどこまでにやらなきゃいけないのかみたいなスケジュールをお話ししたりして、でそれをちゃんとプレゼンテーションという形でご提案をして、で OK だったら、設計図を書いて、で現場がスタートすると設計管理ということで現場サイドへ指示出しをしますね。これが一般的に設計としてやっている全体像だと思うんです。でもこれって実はプロジェクトの一部なんです。このプロジェクトっていうのはお客様からする、お店だったらお店を作るまでの全体プロジェクトの一部なんですよね。空間が出来上がるためのさらに大枠の全体像、要はプロジェクト全体を理解しておいた方がいいと思います。それは企画をして営業をして設計をして施工をして運営をする、この5つの流れを把握して、さっきの設計ってどこの範囲なのかみたいなお仕事の範囲をですね把握する必要性があるんですよね。さっき飲食店であってもアパレルであっても、もちろん建設会社とか僕らの設計とかでも、事業というビジネスモデルの一つとしてはこの5つの全体像の流れで動いていると思うんです。で特にその設計に関してはそれのどこなんだっていうお話なんですよね。この例えば企画、営業、設計、施工、運営の5つのうち、世の中で言われている設計っていうのはおそらくですけど営業の一部と設計と施工の一部なんですよね。企業で働くときはこれを意識することって結構組織内での立ち回りとかでは大事なんですけど、よく面接とかで私のところに外注さんとして、一緒にやりたいですよって面接しに来た時に一通りやってきましたで、それっていうのがざっくりしていて、設計としてのもちろん一通りなのかもしれませんが、社会では、じゃあそれ営業も施工もみたいな感じで私の場合ちょっと聞いちゃうんですよね。特に独立した後の仕事では全てやる必要性が出てきちゃいますので、プロジェクトの全体像ってちゃんと分かってんのかなってちょっと心配しちゃうんです。要するにですね、設計はプロジェクトの一部だよってことを理解しておけばいいんですけど、独立したら全部把握しましょうねっていう感じなんですけど、だけど他の部分の能力は実際、設計者であれば全くの素人っていう現実がちょっとあるわけで、
そこは私も最近までそうだったので、皆さん同じ認識かなと思います。で、この事実を知った上でですね、企業や設計事務所などを面接受けることは結構いいことなので、発言もしっかり選べるようになってくるんですよね。でも設計の流れの話にちょっと戻したいんですけれども、とてもボリュームがねあるので、今日のところはちょっとヒアリングと空間デザインをするっていう概略をお話ししたいなと思ってます。全部で3つぐらいで完成できるといいかなって思ってますね。イメージしやすいように今日のところは例えば飲食店みたいな形で、それを作るという前提でお話をしたいと思います。ではまずヒアリングってことですよね。ヒアリングっていうのはオーナーさんが考えていることをより具体的に把握するってことなんです。情報が具体的であればあるほど人気店に近づける空間デザインができるはずなんです。その上で重要なのがメインコンセプトっていうものと8つの8個ですね、8個のサブコンセプトを固めていくっていう必要があるんです。で、メインコンセプトっていうのは何なのっていうと、そもそも何のためにそのお店を作りたいのかっていうオーナーの目標でもありますよね。これを達成するために具体的なサブコンセプトという8つのサブコンセプトっていうのがあるんです。で、そのサブコンセプトっていうのは空間、立地、場所ですよね、ターゲット、誰に来てもらいたいかみたいな、商品、飲食店だったら料理とか、サービス提供の仕方とか、あとは価格帯、金額ですよね。あとは人材、これサービスも含まれますね。で、販促物、どうやって広告していくかみたいなと、あとスケジュール感、この8つが結構重要です。ではこの8つのサブコンセプトをオーナーからどのようにヒアリングしたらいいのかなっていうのをちょっと話してみたいと思うんですけど、まずですね、質問はどうやってするのかというと、どんなお店にしたいんですかねとか、どこでオープンするんですか、そもそもなんでこの立地を選んだんですかとかですね、どんなお客さんに来てもらいたいんですかねとか、どんなメニューやサービスをどのぐらいいくらでご提供するもんなんですかとか、厨房機器ってこのメニューによって何か欲しいものってあったりしますかとか、お店を作るのにどのくらいの予算感で考えてますかとか、そのお金ってどのように調達しようと考えてますかとか、何席で何回店で事業計画を立ててますかとかですね、スタッフは何人で運営しようと思ってますかとか、集客ってどういうふうにしようと思ってますかとかですね、あとどんなスケジュールでオープンしたいですかみたいな、こんな感じで、質問をしていきながら、一気に質問するんじゃなくて、会話のキャッチボール結構重要なんで、質問切り口にですね、お話を広げながらより本質的な情報を得ることがヒアリングっていうところの目的です。これはちょっと私が書いている、飲食店デザイン研究所のブログにもまとめてありますし、実際リアルなお話が聞きたかったり、実際そういうものを肌身で肌感でね感じたい方は LINE グループをちょっと覗いてみてください。あとはヒアリングした内容をもとに、次のステップの空間デザインをちょっとするんですけど、これがお仕事のメインどころですよね。
インテリアデザイナーっていうぐらいですから空間デザインをするんでしょうけど、そうは言ってもいきなりこの壁赤にしようとか、ここにソファをこれ置こうみたいな感じじゃないんですよね。まずはコンセプト作りがとても重要で、お店の世界観やブランドストーリーみたいな物語を考えていくんです。お店が向かう方向性をちょっと決めようっていうことですよね。もちろんクライアント様、お客様がそれを持っていることもありますし、クライアント様と一緒にそれを決めるっていうこともありますよね。でその後にプランニングや空間デザインをするんですけれども、考えていく順番ちょっと決まってないと思います。私の場合はどうでもいい、その順番はどうでもいいかなって思っちゃってますね。コンセプトが決まらないと、始まらないってわけでもないですし、逆にプランを作って後でコンセプト立てたら後付けだからダメだよねっていうのもないですし、おそらく行ったり来たりしながら複合的にちょっと考えていくっていう感じですかね。ヒアリングをした内容でお客様がね重要視している、こういうお店を作りたいんだみたいな重要している点だったり、目標達成をするために必要なことから始めればいいんじゃないかなと思うんですよね。だから空間のデザインイメージがこれかなってパッと思いつけば、それはそれでいいですし、プランでちょっとお客様こういうオペレーションにしたいよとかってなったら、プランニングから始めるでもいいですし、店舗展開するための世界観をまず作るためにコンセプトからかもしれませんし、それは同時進行であっても行ったり来たりして決めていけばいいんじゃないかなと思ってます。でもそうは言っても何から始めたらいいかわからないっていう人には、まずはオーソドックスにコンセプトから作ってみましょうかみたいな感じですかね。コンセプト作りはそのお店がですね、どういう思いで始められたのかなとか、どんなこだわりがあって試行錯誤した今までとかと、これからどういう未来をイメージしているのかっていう、その全体的なストーリーを作って、物語みたいなものを作った方がいいと思うんです。要するにオーナーさんの過去と今現在とこれからの意思とか夢とか、そういったものをちゃんとまずは理解しようってことなんです。そしてその思いを形にするために、どんなお客さんがどんな料理を食べてお話しして楽しんだりできるお店になるのかなって、そのためにはどんな雰囲気にしたらいいのかなみたいな。でテーマってどうしたらいいのかなっていうのを決めていくわけですよね。これを世界観を作るって僕はちょっと思ってるんですけど、この考え方はちょっといろいろありそうですが、私はそう思ってます。この2つですよね。ストーリーっていうのと世界観みたいなものを中心にオーナーさんに分かりやすく空間に表現して伝えていくっていうのがコンセプト作りって感じですね。で次にちょっとプランニングの話をちょっとしたいと思うんですけど、平面図みたいなものを描く間取り図ですよね。皆さんがちょっと分かりやすいところで言うと、飲食店だとどこからお客様が来店されて、どんな席を作って、どんな料理を出すのか、厨房をどの辺にするのかみたいな全体的なものを決めていきます。それだけではなくて、実際お客様をテーブルを配置した時にお客様同士視点がぶつからないかなって思ったり、外とのつながりとか居心地ってこの席どうなのかなとか、立体的にイメージした時にこの空間って気持ちいいのかな、心地いいのかなみたいな。でそもそもコンセプトを表現できているのか
っていう意匠面も、デザイン面ですよね、もう機能面も両立させていく必要があります。これが空間を決定づける大きなポイントになりますよね。で最後に空間デザインですね。やっときました。立体的にビジュアル表現をしていくんですけど、プランを立体的にしたらどう見えるのか。確かにプランを書いている時はなんとなくぼやっとイメージしながらプランは書いてあるんですけれども、本当にそのイメージ通りになってんのかな、その寸法で。ここで空間がちょっと立ち上げてみていまいちだったなってなったら、もちろんプラン変更したり、オーナーの目標が達成できなさそうであればコンセプト自体も変えたりとか、末永く空間を使うためにですね、例えばすぐぶっ壊れたりして汚れたりしてメンテナンス性がどうなとか、そういった機能面もちょっと忘れちゃいけないんですけれどもね。だから耐用年数で空間の耐用年数みたいなものを意識した上で最適な設計をしないといけないんですよね。インテリアデザインとちょっとそれちゃうかもしれないですけど、インテリアデザインと建築空間を作るのもこれ耐用年数って違うので、内装設計する上でのそのマテリアルとかその設計の細かいディテールの作り込みみたいなものは変わってくるってことなんです。そのあたりの考え方とかはまた長くなっちゃうんで、また別の機会にしちゃいますね。で今日は、そんなところで終わりにしたいんですけど、長くなっちゃったな。空間が、完成までにどんなことをしているのというご質問でした。その結論はですね、プロジェクトとして全体像からまず見た上で、設計の位置関係みたいなものをちゃんと把握しておいた方がいいよっていうことでした。でその上で設計としてヒアリングっていうものをして、空間デザインをするっていうことについて今日はお話ししました。次回はその続きの予算感とかスケジュール感とかプレゼンテーションについてポイントをお話しできたらなと思っています。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを LINE グループで毎日共有しています。今日のお話で疑問に思ったり、実際やり方を知りたい方は一度覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。